ここで個人的にとんでもないお宝を見つけられました。いつ無限大の初版が見つかるのか頑張らないと。もう見つけた瞬間はびっくりしましたね。皆さんこんにちは、KSK です。いつもご視聴ありがとうございます。さあ今回もブラブラしていきます。初版ブラショ。連日初潜入のブックオフが多めですが、今回も初潜入の店舗になります。今回お伺いした店舗がブックオフ上野広小路店になります。こちらの店舗ですが JR 御徒町駅北口より徒歩5分ほど、東京メトロ銀座線上野広小路駅英語出口より徒歩数秒で、営業時間は10時から22時、ブランド品も取り扱うブックオフプラスの店舗となっております。2階が本、家電、3階がトレカ、フィギュア、洋服類、4階がコミック、CD となっております。目的は4階コミック売り場ですので、階段で息を切らしながら登っていきます。店内紹介していく前に、僕のチャンネルでは初版沼チャンネルとしてこういった初版ブラショなど上げておりますので、初版好きの方、初版に興味がある方、最近は僕のせいで初版を集め始めてしまった被害者の方が増えておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では紹介してまいりますので、最後までよろしくお願いします。まずは新作話題作コーナーになります。今回のこちらのブックオフ上野広小路店はシュリンクやカバーはされておらず、青いテープでページが開かないように留められておりますが、初版には欠かせない帯、冊子は捨てずそのままにしてくれてる素晴らしい店舗となっております。こちらのコーナーで気になった作品がスノーボールアース。今年の4月からテレビアニメが放送されましたが、1巻から10巻まで置いてあり、表紙の状態めちゃめちゃ綺麗。1冊450円で、こちらの1巻は残念ながら再販となっておりました。続いての2巻、こちらも非常に状態が綺麗なもので450円。こちらが初版となっておりまして、素晴らしい状態ですね。3巻から10巻までが全て初版の初版帯付きだったのが、より素晴らしさを引き立ててくれております。続いてが各レーベルコーナーになります。ちょうど僕がお伺いしたタイミングが品出しの時間になってまして、ここで個人的にとんでもないお宝を見つけられました。即決を決めましたので、後ほど紹介させていただこうと思います。こちらで気になったのがシャングリラフロンティアの特装版。1巻から置いてあり、1冊750円。漫だらけで前に購入した時は1冊1000円だったので、相場的にはかなりお買い得品になってるかと思います。続いてが132円コーナーになります。こちらの店舗の132円コーナーは結構品数が多くて、値段の割には状態が綺麗なものが多かった印象を受けます。こちらのコーナーで気になった作品が何冊かありまして、まずはこちらのラブヒナ。前のマンだらけコンプレックスでラブヒナの全巻初版セットを購入しましたが、この無限大だけついてなくて残念ながら初版帯がついてないもので確認をしたら第2版。いつ無限大の初版が見つかるのか頑張らないと。続いてが山田くんと7人の魔女。こちらの17巻。めちゃめちゃ状態が綺麗で、しかも132円ではなく110円。確認をしたら初版。これは買い決定です。持ってなかった21巻以降も初版の初版帯付きだったので、残りの巻数もまとめ購入行きです。最後のコーナーが全巻セットコーナーになります。全巻セットの品数が非常に多く、
30% から 50% オフの商品も結構あって、なんか全巻初版の掘り出し物見つかるかなとかなり吟味したのですが、ほとんど見つからず、唯一全巻初版帯付きっぽそうなセット商品がありまして、こちらの僕とロボコ23巻セットで9500円。23巻までの相場が7500円から8000円ほどなので、若干相場よりは高い感じがしますね。ただ背表紙の帯破れや汗はなく、点の焼けも非常に少ない備品に近いものになっているかと思います。今回こちらのブックオフ上野広小路店で購入してまいりました初版品がいくつかありますので、最後に紹介していこうと思います。本当に個人的にはとんでもない初版品が見つけられたので、いやー素晴らしかったですね。いいタイミングで初版ブラショができたと思います。では今回ブックオフ上野広小路店で購入してまいりました作品を紹介していこうと思います。まずはこちらのギフトプラスマイナス11巻から14巻の初版帯付きになります。こちらのギフトプラスマイナスですが、前のブックオフ亀戸駅東口店で1冊100円台で購入してきたんですけど、今回もこちらのギフトプラスマイナスは1冊120円で購入させていただきました。素晴らしいですね今回購入してきたこちらも非常に状態が綺麗なもので、表紙の汗とか帯の破れもなく、購入してきた4冊の背表紙もめちゃめちゃ綺麗で、裏の汚れやシミ、帯の破れとかが一切ないものになっておりました。12巻と14巻に焼けは感じるんですけど、11巻と13巻は非常に綺麗なものになっております。今回購入できたのは14巻までなんですが、15巻以降も置いてあったんですけど、15巻以降が残念ながら帯がついてない初版品だったので、今回はこの4冊だけを購入してまいりました。今のところ1冊100円台で購入できてるので、これ全巻100円台で集められればめちゃめちゃお買い得に全巻初版で揃えられるので、15巻以降は比較的集めやすくなるかなとは思ってるんですけど、残りの15巻以降も頑張って初版ブラシをして探していこうかなと思います。結構これは嬉しいお買い物ですねでは続いての購入作品を紹介していこうと思います。こちらの山田くんと7人の魔女初版帯付きを購入してまいりました。いやめちゃめちゃ素晴らしいお買い物ができましたねこちらの17巻ですが、前回の動画で視聴者の方から DVD 付きの限定ボックスをいただいたんですけど、今回の初版ブラショは視聴者の方からいただく前に初版ブラショに行ってきたので、こちらも購入はしてきたんですけど、通常版と限定版はやはり押さえておきたいなとしかもですね、こちらの18巻のドラマ CD 付きの限定版も購入させていただきました。素晴らしい18巻以外のこちらは全て100円で購入をしてきたんですけど、こちらの18巻のみが500円で購入をさせていただきました。背表紙の汗や帯の破れもなく、表紙の焼けとかこちらも帯の破れとかが一冊もないので、非常に素晴らしい状態なんじゃないのかなと思います。点の焼けが結構強い関数が数冊あったり、横も全体的には焼けが出てるので、まあこれは仕方ないかなと。ただこれで山田くんと7人の魔女は残すところ27巻と28巻のこの2冊のみになりまして、最終巻の28巻は特別小冊子付き特装版があるんですけど、できれば予算300円から400円
残りの27巻も100円で掘り出したいなとは思います。全巻の初版相場8000円から9000円のものが3000円しないぐらいで全巻集められることになるので、めちゃめちゃお買い得に集めたい27巻と28巻の通常版はすぐ見つかりそうな気はするんですけど、28巻の特装版だけちょっと手こずりそうな気はするので、残りの2冊も頑張って初版ブラシをして探していこうと思います。いやー、今回もね、非常に素晴らしいお買い物ができましたねでは続いての購入作品を紹介してまいります。続いてがこちらのウィングマン4巻の初版品になります。これはね、めちゃめちゃ嬉しいこちらが1冊200円で購入できたんですけど、もう見つけた瞬間はびっくりしましたねしかも表紙が汗とかもなく、背表紙もシミとか汗も一切ないものになっております。ペンの焼けとシミが目立ったりとかはするんですけど、古い作品なのでこれは仕方ないですね。ウィングマンもね、頑張って全巻初版で集めてるんですけど、なかなか見つからなくて再販分が多い今回このウィングマンが置いてあって、これ数字的にもしかしたら初版の可能性あるかなと思って手に取って見てみたら、ちゃんと初版品だったのが本当にね、もうおおってなりましたねウィングマンは残すところ1巻から3巻と、後半の巻数がまだ初版を持ってないので、これは本当に苦労するんですけど、残りの巻数もどこかで巡り合えたらいいなと思います。では最後の購入品を紹介してまいります。こちらの遊戯王26巻の初版帯付きになります。素晴らしいこちらが1冊300円で購入してきたんですけれども、めちゃめちゃ状態が綺麗。本当に帯の破れとかもなく、背表紙もめちゃめちゃ綺麗。裏面とかにも特段シミとかもなかったんですけど、ペンの焼けが結構強く出てしまってたり、中のページにも何かのシミがあったりとかはするんですけど、これで初版品だったので、いやー、これはね、すかさず手に取りましたね残念ながらコミックスニュースとかはついてなかったんですけど、ストックのコミックスニュースがあるので、それで補っていこうかなとは思います。これもですね、前回の動画の視聴者の方からいただいた遊戯王に続き、残すところ遊戯王の初版も全く見つからない1巻と最終巻。いやー、時間かかりますね1巻も現在相場3万円とか4万円になってたり、できればどこかで1巻の掘り出し物が見つかればいいんですけど、本当に見つからなかったらフリマサイトで購入しようかなとは思います。今回のこちらの26巻も非常に素晴らしい状態のものが購入できたので良かったかなとは思います。以上が今回ブックオフ広小路店で購入してまいりましたこちらのウィングマン4巻の初版品、遊戯王26巻の初版帯付き、山田くんと7人の魔女ギフトプラスマイナスになります。今回初めてお伺いしたブックオフ上野広小路店ですが、店舗としては割と大きい店舗に入るとは思うんですけど、僕がお伺いした日朝10時ぐらいですかねに行ったんですけど、品出しで新しい漫画をいろいろ並べてたりとかしてたので、割と商品の入れ替えは早い店舗になってるのかなとは思います。何よりも一番いいのは最寄り駅から着いて30秒から1分ぐらいで着くのでめちゃめちゃ近いです
それに帯とか中のサッシとかもちゃんと綺麗に取っといてくれるので、この店舗は僕の初版ブラシを行く際の有力候補の1店舗になるかなとは思います。今回もなかなか素晴らしい初版品の数々が購入できたとは思います。まあぶっちゃけ今の秋葉のブックオフよりは今回お伺いした店舗の方が個人的にはいい店舗になってるんじゃないのかなとは思いますね。これからもですね、まだ行ったことがないブックオフに初版ブラショで巡って皆様に紹介していこうと思います。ぜひ今回のブックオフ上野広小路店楽しんでいただけましたら高評価と、初版好きの方、初版に興味のある方、僕と同じように初版を楽しく集めていきたいという方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。